は一口ハッシュドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は一口ハッシュドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はお弁当のおかずにもぴったりな一口サイズの可愛いハッシュドポテトを作っていきます。材料は手軽なのでとても簡単に作ることができると思います。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、鶏ガラスープの素、お砂糖、塩、料理酒、そして揚げる時に揚げ油を使用します。ということで今回はね、こちらの材料で作っていきます。使用するじゃがいもの品種はですね、お好みのものを使用してください。で、今回皮付きの状態で約 300g です。そして味付けに今回は鶏ガラスープの素を使います。で、こちらはですね、顆粒のコンソメとか、あとは塩コショウだけでも OK です。お好みで味付けしてみてください。そしてそこに少しお砂糖を加えることでコクがアップして美味しくなります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、じゃがいもの皮を剥いていきます。はい、そしてこちらね、芽も一緒に取り除いてください。はい、OK です。このようにじゃがいもの皮をきれいに剥いてください。それでは残りも同じように剥いていきます。はい、皮を剥き終わりました。ではこちらをまずですね、7mm 幅ぐらいに切ります。で、切ったらですね、ここの面を下にして、で、同じようにだいたい 7mm から 1cm 幅ぐらいに切っていきます。はい、こんな感じで切ります。今度はまた 7mm ぐらいの幅で切っていきます。この幅はざっとで OK です。はい、切りました。で、そしたらですね、これをくるっと回転させて、また同じようにだいたい 7mm 幅で切っていきます。はい、こんな感じです。だいたい 7mm 角の角切りにしてください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、そして切ったものはこのように耐熱のボウルに入れておいてください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、じゃがいもが切り終わりました。このように細かく切ってください。それではですね、ここに料理酒を回しかけます。料理酒じゃなくてもお水でも OK です。で、これをさっと混ぜます。はい、そしてここにふんわりラップをします。で、必ずこうやって1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それではこのまま電子レンジで6分加熱します。今6分加熱しました。それではラップを外します。で、ラップを外す時にやけどしないように注意してください。はい、このようにしっかりね、じゃがいもに火が通ってれば OK です。で、かなりね、この時ボウルが熱くなってるのでやけどしないように注意してください。では続いてここに味付けをしていきます。まずお砂糖、そして鶏ガラスープの素で、あとは塩ですね。そうしましたらこちらを混ぜながら軽く潰していきます。全部ね潰さず、じゃがいもの形を残しながらね、だいたい5割ぐらい潰していきます。で、時折こうやってしっかり混ぜてね、潰してください。はい、こんな感じです。そしたらですね、一度ここで味見をしてください。そして味の調整を行ってください。何かつけて召し上がる場合はちょっとね、味は薄めにしていただくとちょうどいいかなと思います。そして味の調整をしたらここに片栗粉を入れます。そして混ぜましょう。はい、片栗粉の粉っぽさがなくなれば OK です。それでは今から形を形成していきます。では形作っていきます。まずですね、一口サイズを手に取っていただいて、そして丸めます。ちっちゃい俵型にするイメージですね。はい、こんな感じ。このように一口サイズにしてください。もしね、こうやって1個ずつ丸めるのがめんどくさいなっていう時は、1本の棒状にして、それをね、食べやすい大きさに切っていただいても OK です。このように手で丸める時は、手を少し水で濡らしていただくと、手にじゃがいもがつかず、綺麗に丸めることができます。それでは残りも同じように形作っていきます。はい、丸め終わりました。全部で今回22個できました。こちらはですね、大きさによって変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。それでは今からこちらを揚げていきます。はい、それでは今から揚げていきます。まずフライパンの底から 5mm ぐらいの油を注ぎ入れましょう。そ
そして火にかけます。今回はだいたい160度から170度の温度で揚げていくので、まずそれまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にゆっくりね、菜箸の先からプクプクプクっと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。やけどしないようにね、入れていきましょう。で、転がしながら揚げていきます。このようにコロコロ転がして揚げていきましょう。目安としてはだいたい3分から5分ぐらいですね。いい揚げ色になって表面がサクッとするまで揚げていきます。はい、今ね3分経ちました。このように表面がカリッとしていい揚げ色になったものから取り出していきます。はい、このように表面がサクサクに仕上がりました。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これで一口ハッシュドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はサクサクで美味しそうに仕上がってます。こんな感じで可愛い一口サイズに仕上がってます。こちらはですね、ぜひお弁当のおかずにも使ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もう味付けバッチリですね。何もつけなくてもね、すごく美味しいです。少しね、もちっとした食感も楽しめます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポイントです。まずじゃがいもなんですけれども、細かめの角切りにするようにしてください。品種に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。そして出来上がったじゃがいもはですね、だいたい半分ぐらいを目安に潰してください。あんまり潰しすぎてしまうとハッシュドポテトの食感がなくなってしまいますので、潰しすぎには注意するようにしてください。今回一口サイズということで、ちょっとちっちゃめの俵型にしました。で、こちらの形に関しましては平べったい形にしていただいても OK です。お好みの形で作ってみてください。あとですね、今回味付けは鶏ガラスープの素を使ってます。こちらはですね、コンソメとかカレーとかチーズとかね、いろいろアレンジも楽しめます。お好みの味付けで作ってみてください。結構たくさん作れるので、いろいろ味を変えていただいてもいいかなと思います。そして揚げるときはですね、十分に油跳ねには注意して揚げるようにしてください。表面がカラッとするまで揚げていただければ OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は一口ハッシュドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。